こんにちは。夜の侵入者の簡単な倒し方について解説していきます。夜の侵入者について軽くおさらい。夜の侵入者は最域に近づくと出現する敵対 NPC です。見た目は復讐者を除いた7種のキャラのどれかです。各キャラについてまとめたものがこちら。一部のキャラは戦闘中にスキルを使用してきます。またほとんどのキャラは各キャラの初期装備以外使用しませんが、夜の狩人と夜の魔女は例外です。夜の狩人はアイテム毒ヤギを使用し、夜の魔女はアイテムの大きなクズ奇跡に武器として結晶ナイフ、そして杖にセットされたスペルもデフォルトから変更されたものを使用しています。アイテムが枯渇するモーションや FP ミレのモーションを取らないことから、おそらくアイテムの所持数や FP 量は無制限に設定されていると思われます。次に夜の侵入者が出現するエリア最域について、最域の特徴としてエリアの上空に渦状の雲が出現します。マップ上では藍色の円に覆われて表示されます。罪人の出現数は小砦と大教会だと1体、ダイヤエーチと遺跡は2体同時に出現します。ちなみに同じキャラの罪人が2体同時に出現することはありません。では本題の侵入者の簡単な倒し方について、この方法はいくつかの条件をクリアする必要があります。一つは最域が大教会、ダイヤエーチ、遺跡のどれかであること。もう一つは侵入者が鉄の目、夜の魔女以外であること。そして何かしらの遠距離攻撃の手段を持っていることです。実際にやっていきます。まずは大教会から。このエリアは配置されたボスの種類によって形状が異なります。夜の侵入者の倒し方もこの形状によって少し変わります。最初にガーディアンゴーレム、神託の使者たちがいる大教会から見ていきます。矢印の位置にある柵まで侵入者をおびき寄せて倒します。侵入者がある程度近づいたら柵の外側に移動しましょう。すると侵入者が柵に向かって走り続けます。あとは遠距離攻撃で削り切ります。注意点としてこの状態だとロックオンした遠距離攻撃は柵に吸われてしまいます。なので角度を調整してノーロックで攻撃を当てる必要があります。攻撃が当たると侵入者はその場で少し移動しますがその後柵の同じ位置に戻るので一度当たる角度を見つけられればその後は続けて攻撃を当てることができます。外すな。撃破完了です。弓を所持している場合は精密射撃で攻撃を当てられます。補足として侵入者を引き出す位置を柵の左側に限定している理由ですが、中心寄りの場所だと柵を飛び越えてくることがあるためです。あとはモブの索敵範囲に入るのを防ぐ目的もあります。侵入者は柵を飛び越えてきませんがモブは普通に降りてきます。低レベルだと侵入者以上に処理が面倒な存在です。もろもろを踏まえてこの戦法を取るときは柵の左側から境界に入ることを推奨します。侵入者の誘導がスムーズですし多少遠回りになったとしても、モブに気づかれずに倒せる方が効率的かなと思います。この戦法の個人的なおすすめ度は星3つ。では続いて大教会に霊廟騎士や火の僧兵が配置されている場合について、形状が変わっており先ほど利用した柵がこちらの大教会にはありません。なので柵の代わりとして窓枠と足場の間の部分を使います。窓枠手前の足場の部分で待機します。侵入者がこちらに向かって歩き続けます。こちらはロックオンで攻撃を当てることもできます。一見すると先ほど紹介したものより便利な方法に見えますが、こちらにはある致命的な欠点があります。普通にこちらへやってくることがあるのです。体感ですがこれは相手がひるんだモーションを取った時に起きやすい現象です。この戦法をやっている時は侵入者から目を離さないようにしましょう。どこまで効果があるかはわかりませんが私は侵入者を所定の位置まで誘導した後は、一つ上の足場に移動してできるだけ真上に近い位置で攻撃するようにしています。この位置でジャンプ攻撃が誘発できると侵入者があまり横移動をしてこない印象です。一応ですが侵入者がこちらに向かってきた時にリカバリーする方法があります。これは最初の位置に誘導するのに失敗した際にも使えます。窓枠の反対側に移動して侵入者をスタックさせることができます。誘導の難易度は先ほどよりも少し上がります。
しかしこちらにもある致命的な弱点があります。やはり普通にこちらへやってくることがあるのです。所定の位置への誘導は何度でも行えますが、どちらの向きでもいまいち安定性に欠けるのがこの戦法の欠点かなと思います。誘導に失敗したり窓枠を避けてきた時はおとなしく距離を取って攻撃するだけでいいかもしれません。不安要素を加味しておすすめ度は星2つ。ちなみに大教会の柵があるかないかは外観からでも判別できます。屋根が低く崩れていない場合は霊廟騎士や火の僧兵が配置されている柵のない大教会で、屋根が高く変なのがついている場合はガディゴや神託の使者たちが配置された柵ありの大教会です。霊廟騎士とガディゴはマップ上だとどちらもアイコンなしで判別がつきませんが、こういった外観からどちらのボスか特定することが可能です。役立つ場面があるかはわかりません。ダイヤ英知の場合、こちらもボスによって地形が変わります。最初に櫓のあるダイヤ英知から、ボスには根主、オート騎士、アカシ騎士が配置されています。前提としてボスがアカシ騎士の場合はアローレインの個体を最優先で倒す必要があるため、その過程で他のモブに気づかれてしまうと思います。この戦法はモブの横槍があると安定しないのでボスがアカシ騎士なら無理にやる必要はないです。このエリアには侵入者が入ってこれないいわゆるアンチがあります。場所はマップの中間にある柵の外側。特定の範囲から先に侵入者やモブは入ってこれません。該当の場所に正面側から向かってみます。到着。罪人はこの範囲の前に来ると追跡をやめて後ずさりをするので、遠距離攻撃の手段があれば安全に処理することができます。欠点はモブに気づかれている場合この範囲に突入されることはないんですが、遠距離攻撃はこの範囲まで当たる点です。モブに気づかれた時のごまかしが必要なのを加味しておすすめとは星2つ。ちなみに紹介した場所以外にも侵入者が追ってこない場所があります。野営地の段差を登る箇所にある石板の上です。ただこちらはスペースが狭いため立ち回りが結構窮屈です。一応入ってこれない場所なんだなという認識があればいいと思います。続いてもう一つの櫓のない野営地。ボスとして老子もろもろが配置されます。先におすすめ度を言っておくと星1つです。話半分で聞いてください。場所は野営地を正面から見て左側に進んだ先、外周沿いから一段降りた場所です。侵入者やモブがこの段差を降りてくることはありませんが、侵入者は後退してしまうので追撃のために段差を登る必要があります。反撃をもらうリスクがあります。加えてボスに見つかってしまうと処理はさらに安定しなくなります。何度か試しましたがスムーズに倒せた記憶があまりないです。あえてやる必要はないかも。遺跡、2種類の地形があります。最初に戦魔術師もろもろが配置された遺跡から見ていきます。ダイヤ英知の時と同様に侵入者が追ってこないアンチがあります。場所の確認。到着です。赤線の先に侵入者やモブは入ってこれません。また横の段差からこちらに降りてくることもありません。侵入者はこの境界に近づくと後ろに後ずさりします。ただ境界ギリギリで戦うと武器振りの範囲がこちらに届くので、ある程度間合いを置いて倒すのがベストかなと思います。これは横の段差でも同様。欠点としては侵入者が鉄の目や忍者の場合攻撃を防ぐ手だけはないことです。遠距離持ちの侵入者がかなり重いですが近接なら完封を狙えるため星2つ。もう一つの遺跡、星1つ。めぼしいアンチが石板の上ぐらいしか見つけられていません。ちょっと窮屈すぎる気がします。各採域の侵入者の倒し方については以上です。余談ですが一度マルチで大教会の柵はめを試そうとしたことがありました。鬼のピンレンダを味方からもらったのでそれ以来は控えるようになりました。動画で紹介した戦法はソロなら融通が利きますがマルチでは侵入者を釣り出して倒すという基本的な戦法を難しくさせる要因になり得ます。実践する際にはその点を踏まえて活用してもらえればと思います。ソロであればノーマンタイです。ここまでのご視聴ありがとうございました。